回はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、カラーナンバーは RE の9番ネイビーブルーですね。こちらは綿 100% で 50g120m あります。おすすめの塩針はかぎ針だと6号となっています。このリサイクルコットンを使ってバッグを編んでいこうと思います。使用するかぎ針は6号の 3.5mm。 2本取りも試してみたんですが、1本取りの方がしっくりきそうなので1本取りで編んでいきます。糸端は中指と親指でこのように押さえて、糸玉側の糸を指の向こうからこちらへくるっと回してきます。そして左手を返すと、右の糸の下から針を入れて、左の糸を針にかけて、針はくるっと回転させます。ここねじれて輪ができているので、糸玉側の糸をかけてこの輪をくぐってきます。で、この今できた輪は引き締めずに左手を抜いて糸を持ち替えます。鎖1つできている状態なので、あと2つ鎖を編みます。輪に鎖3目が編めました。これは長編みとして考えます。長編みの立ち上がりは鎖3目です。針に糸をかけて輪の中に長編みを4目編みます。長編み4目編めたら、糸を少し引き伸ばして針を抜きます。そして最初に作った鎖123目目に針を入れて、このループに針を戻し、糸を引き抜いてきます。少しキュッと引き締めたら鎖を4目、そして針に糸をかけて輪の中に長編みを5目編み入れます。今編んだのはパプコーンという玉編みの種類ですね。3、4、5目長編みが編めたら、また糸を引き伸ばして針を抜き、今度は最初の長編みの頭に針を入れてループに針を戻します。そしてこのループを引き抜いてくる。鎖を4目編みます。針に糸をかけて、また輪の中に長編み5目のパプコーン編みを編みます。長編み5目が編めたら、糸を少し引き伸ばして針を抜き、最初の長編みの頭に針を入れてループを針に戻し、このループを引き抜きます。そして鎖を4目、もう一つパプコーンをこの輪に編みます。長編みを5目編んで、糸を引き伸ばして針を抜き、1目目の長編みの頭に針を入れて、針にループに針を戻します。そしてこのループを引き抜いてくる。今輪にパプコーン編みが4つできました。そしたら最後鎖4目をしたいところですが、鎖1をして針に糸をかけて長編みをしてこの段を閉じます。で、長編みを入れるのは最初に作ったパプコーン編みの頭のところ、キュッとね引き締まっています。てっぺんのところに、ここですね、真ん中の穴のところに針を入れて糸を持ってきて
かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜いて長編みを編みました。そしたら最初に作った輪の糸端を引き締めます。で、あんまり目いっぱい力いっぱいね引き締めてしまうと、このリサイクルコットンちょっと弱いので、試し編みした時に引っ張りすぎてちぎれてしまったので、気をつけて引っ張ってください。ちょっとねこう目を調節しながら引っ張って、そしてこの糸端は後で糸始末をします。輪が引き締まりました。では2段目に行きます。鎖3目で立ち上がって、すぐ下のスペース左側ですね、こっち側に長編みを4目編み入れます。ここでまたパプコーンを作ります。常にパプコーンを編んでいきます。糸を引き伸ばして鎖3目目に針を入れ、ループに針を入れて引き抜いていきます。そしたらここは角鎖を4目編みます。針に糸をかけて次のスペース鎖4目のところですね、ここに長編み5目のパプコーンを編みます。編めたら鎖1、そして同じスペースに長編みを編みます。もう一度鎖1を編んだら同じスペースにもう一つパプコーンを作ります。長編み5目のパプコーン、最近は、ブルーが好きなのでこの色をね選びました。はい、一つのスペースにパプコーンと鎖1、長編み1、鎖1、パプコーンを編みました。編めたら鎖を4目で、次の鎖4目のスペースに同じようにパプコーン、鎖を1、長編みを1、鎖を1、パプコーンを編みます。パプコーンを1つ、鎖を1つ、同じところに長編みを1つ、鎖を1つ、そして最後同じスペースにパプコーンをもう一つですね編みます。はい、この鎖4目のところにもパプコーン、鎖1、長編み1、鎖1、パプコーンと編みました。そしたら鎖を4目編んで、次の鎖のスペースに同じようにパプコーン、鎖1、長編み1、鎖1、パプコーンを編みます。このスペースにもパプコーン、鎖1、長編み1、鎖1、パプコーンを編みました。そしたら鎖を4目編んで、
次のスペース、最初にもうすでにパプコーンを編んであるスペースですね。ここに残りのパプコーン、はい、パプコーンが編めたら鎖1で、この間に長編みを1つ編んで、そして最後ですね、鎖1で留めたいところですが、ここはパプコーンの頭てっぺんに針を入れて細編みをします。最後だけちょっと違う留め方ですね。はい、では次の段に行こうと思うんですが、ちょっと分かりにくくなりそうなので、鎖4目のところが角になります。ここにねちょっとマーカーをつけておこうと思います。鎖4目の角があります。ここに、分かりやすいようにマーカーをつけておきます。角4つにマーカーをつけました。そしたら3段目に行きます。3段目ちょっと入れにくいんですが、1つ戻ったところに長編みがあります。長編みの頭に針を入れて、糸を引き抜いてから鎖3目で立ち上がり、この長編みの頭に長編みを4目入れてパプコーンを作ります。立ち上がりの鎖3目目に針を入れてループに針を戻し引き抜きます。そして鎖を1回したら、すぐ下のパプコーンの頭に長編み、そして鎖を1回編めたら、次角ですね。マーカーがついています。角にはパプコーン、鎖4、パプコーンと編んでいきます。全部の角に同じ編み方をします。パプコーン1つ、鎖4目、パプコーンを1つ。編めたらマーカーはまた鎖4目の角に付け直してください。で、鎖1を編んだらすぐ下のパプコーンの頭に長編み、鎖1、そして鎖1、長編み1、鎖1というのがねあります。この長編みの頭にパプコーンを1つ作ります。編めたら鎖1、すぐ下のパプコーンの頭に長編み、鎖1で、また角が来たので角を編みます。
角が編めたのでマーカーを付け直しました。ではこれと同じことをぐるっと繰り返していきます。角にはパプコーン、鎖4、パプコーン、そして鎖1、長編みを前段のパプコーン、そして鎖1をしたら長編みがありますので前段の長編みにパプコーン、鎖1、長編み1、鎖1で角にまたパプコーン、鎖4、パプコーンですね。繰り返し編んでいきます。平らな面、角以外のパプコーンには鎖1、長編み1、鎖1で前段の長編みにはパプコーンを1つ、そして鎖1、パプコーンに長編み1、鎖1でまた角が来るのでパプコーン、鎖4、パプコーン、最後まで繰り返していきます。次の段からも同じように繰り返し編んでいってどんどんね大きくしていきます。はい、最後の角にも角を編みました。そしたら鎖1、次のパプコーンの頭に長編みを1で最初のパプコーンがあるのでここにパプコーンの頭のところですね、てっぺんの穴に針を入れて細編みでつなぎます。はい、これで3段目がね編めました。次4段目も同じように進んでいきます。ちょっと戻った長編みの頭に針を入れて糸をかけて引き抜きます。そして鎖3目、すぐ下の長編みの頭に長編みを4目入れて鎖3目目に針を入れループに針を戻し引き抜いてパプコーンを作ります。そしたら鎖1、すぐ下のパプコーンには長編みを入れて鎖1ですぐ下に長編みがあります。ここにはパプコーンを編み入れます。はい、パプコーンが編めたら鎖1、すぐ下のパプコーンに長編み1、鎖1でまたここね角に来たのでここは角を編みます。
角が編めました。そしたらあとは同じことをずっと繰り返していって、この四角ですね、四角なんですけど、これをどんどんね大きくしていきます。角にはパプコーン鎖4パプコーン、そして、前段の長編みのところにはパプコーンで、前段のパプコーンのところには鎖1長編み1鎖1、これをね繰り返し編んでいきます。はい、繰り返し編んできて、10段まで大きくしてきました。でこのマーカーをつけたところから2玉目に入ったところです。ではこの後ですね、この一辺の真ん中のところで減らし目をしながらバッグを立ち上げていきたいと思います。なので、この角につけていたマーカーですね、これをこの一辺の真ん中のところですね、角のパプコーンから12345 5個分進んだところに、真ん中にね長編みがあります。ここにマーカーをつけ直して編んでいこうと思います。12345、真ん中の長編みですね。12345、はい、それでは最後ですね、鎖1長編み1細編みでつないで長編みの頭に戻って引き抜いて鎖3目で立ち上がります。今までと同じですね。そしたら針に糸をかけてすぐ根元に長編みを4目、そして鎖3目目に針を入れてループを引き出していきます。鎖を1、根元のすぐ下のパプコーンの頭真ん中のところに長編み鎖1、マーカーのところまで今までと同じように繰り返し編んでいきます。長編み5目のパプコーンが編めたら鎖1、そしてマーカーの手前のパプコーンの頭真ん中のところに長編みの未完成を編みます。糸をかけてマーカーのついている長編みにも長編みの未完成を1つ編みます。そして針に糸をかけて次のパプコーンの真ん中にも針を入れて長編みの未完成、針に4目糸がかかっている状態でかけて一度に引き抜きます。長編みの3目一度をしました。そしたらこの目にマーカーを戻して鎖を1、針に糸をかけて次の長編みにパプコーンですね、これを繰り返し編んでいくとどんどんねバッグの形にね近づいていきます。この角の、4つがですねどんどん垂直に立ち上がってくるので繰り返し編んでいきます。はい、次のパプコーンも編めました。マーカーのついている長編みとその両側で長編みの3目一度をして、あとはね今までと同じように繰り返し編んでいきます。次のマーカーのところでももう一度3目長編みの3目一度をやってみようと思います。
次のマーカーの手前まで編んできました。パプコーンを入れて鎖1をしたところです。そしたらマーカーの手前のパプコーンの頭に長編みの未完成を作ります。そして針に糸をかけてマーカーを外したら、この長編みにも長編みの未完成、針に糸をかけて次のパプコーンの頭にも長編みの未完成、針に4本糸がかかっている状態でかけて一度に引き抜きます。長編みの3目一度をしました。マーカーをつけ直して、ちょっと立ち上がってきているのが分かりますでしょうか。こんな感じでね、立ち上がってくるので、あとはこれをずっと繰り返してバッグの形にしていきます。それでは繰り返し編んでいきます。はい、それではマーカーのついているところ、長編みの3目一度をしたこのね3目一度の目があると思うんですが、次の段から3目一度をするときに、まずパプコーンの頭から長編みの未完成、そしてこの3目一度の目を取るときですね、これがですね3目一度の頭になるんですが、こっちに入れてしまうとちょっとね右にずれた感じになってしまうので、私はこの長編み3本あるうちの真ん中のねこの辺りに針を入れて長編みの未完成を作ります。次のパプコーンからも長編みの未完成、そしてかけて4本引き抜いて長編みの3目一度する感じにしています。マーカーをつけ直して、ちょっとねこの辺りを少しの違いなんですが、針の入れる位置を変えてあげると綺麗なね真ん中寄りになるんじゃないかなと思います。では繰り返し編んでいって高さを出していきます。はい、繰り返し編んできて、だんだんバッグがね立ち上がってきました。そしたら、お好きな高さでいいんですが、私はですね、この減らし目をする段から数えると123456789段ですね、編んできたところです。これでだいたいバッグの高さ、一番この角の高いところが約20センチくらいになっています。それではこの後ですね、最後、鎖1、長編み1、細編みで終わったところです。鎖1で立ち上がって細編みでつなげたところ、細編みが横になっていますが、これを丸ごと編みくるむように細編みを入れて、パプコーンの頭にも細編み、次の鎖に細編み、長編みに細編み、1目ずつ細編みを入れていきます。細編み1目ずつ入れてきたら、谷の部分ですね、この谷の部分、長編みの3目一度をしたところに来ます。この長編み3目一度したところは手前に鎖がね両側に1個ずつあるはずなんですが、この鎖を飛ばして長編み3目の3目一度した真ん中の長編みのこの部分ですね、今まで取ってきたのと同じところ、長編みの足のところに針を入れて細編みを1つで、鎖1は飛ばしてパプコーンに細編み、次の鎖に細編み、長編みに細編み、鎖に細編み、谷のところだけは
長編み3目1度の真ん中の長編みのところに細編みを1目です。両側の鎖は飛ばして細編みを1つ入れます。このようにしてぐるっとね細編みを編んでいきます。はい、山の部分ですね、角のところまで来ました。パッドコーンに細編みを1つ入れたら、鎖4目のところに細編みを5目編みます。はい、こんな感じですね。谷のところと山のところだけちょっと編み方が違うので、ここに注意しながら1目に1目ずつ細編みを入れてぐるっと編んでいきます。はい、一周ぐるっと細編みをしてきました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めたら、細編みをしていこうと思います。1目に1目ずつ入れていくんですが、谷のところで真ん中の細編みの両側と細編みの3目一度をしたいと思います。はい、真ん中の谷の部分ですね、ここが一番真ん中の細編み、その両側と細編みの3目一度をします。一つ手前の細編みから糸を持ってくる、真ん中の細編みから糸を持ってくる、次の細編みから糸を持ってくる、そしてかけて4本引き抜きます。細編みの3目一度をしました。不安な方はここにマーカーをねつけておくといいと思います。次の段からこのマーカーの両側と3目一度をするという感じですね。1目に1目ずつ細編みを入れていって、次山のところに来た時に、持ち手の土台を編んでいこうと思います。はい、山の角のところまで来ました。まずこの、真ん中、ここ 5目ですね、細編みが入っているんですが、3目目まで細編みを入れて、ここから持ち手の土台鎖編みをしていきます。20、30、はい、私は鎖30目編みました。ちょっと短めな感じでやっていこうと思います。そしたら、この谷の部分は飛ばして、次の隣の山ですね、隣の山の真ん中の細編み5目あるうちの3目目に針を入れて細編みを編みます。この鎖がねじれないように気をつけて細編みを入れます。そしたら今までと同じように1目に1目ずつ細編みを入れていって、谷の部分は先ほどやったのと同じように真ん中の細編みの両側と、3目ですね一度の細編みを編みます。はい、真ん中の細編みの一つ手前の目から糸を持ってくる、真ん中の細編みから糸を持ってくる、次の細編みから糸を持ってきてかけて4本引き抜いて細編みの3目一度をしました。ここもですね念のためにマーカーをつけておくといいかなと思います。ではこの後また1目ずつ細編みを入れていって、山の部分の、細編み5目あるんですが、3目目まで細編みを編んでいきます。そして先ほど30目作った鎖を同じように編みます。はい、角まで来ました。一番てっぺんの細編み3目目まで細編みを入れたら、先ほどと同じく持ち手の土台を鎖30目編みます。こちら側も鎖を30目編めたらねじれないように反対側隣の角ですね、角の
細編み3目めに細編みを入れて1目ずつ細編みを入れて進んでいきます。そしてすぐにね最初の細編みが出てくるので、最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き締める。そしたらこの後は鎖1で立ち上がって持ち手の上の部分ですね、細編みを編んでいきます。1目ずつ編んでいって、谷の部分ですね、先ほどマーカーをつけました細編み3目一度したところが出てくるんですが、谷の部分はマーカーの目の両側と3目一度をします。はい、マーカーの手前の細編みから糸を持ってくる、マーカーの目から糸を持ってくる、その隣から糸を持ってきて針にかかった4本を一度に引き抜いて細編みの3目一度、続けて細編みを入れていって持ち手の部分に来るので、持ち手の鎖には細編みを編み入れていきます。鎖編み、持ち手の土台の一つ手前の最後の細編みまで細編みを入れました。ではこの持ち手の鎖の裏山、今上から見ると鎖がこのように、ね、なっていますが、裏側の1本だけを取ってちょっと編みにくいんですが、くるっと裏返してこの裏山1本だけですね、これを取って細編みを入れていこうと思います。はい、持ち手の鎖30目裏山すべてに細編みを入れてきました。そしたら本体の細編みに戻って細編みを入れていきます。そして谷の部分では真ん中の細編みの両側と細編みの3目一度をしながら、この持ち手の上の部分もですねぐるぐると、繰り返して細編みを編んでこようと思います。はい、繰り返しぐるぐる編んできて、持ち手の土台のところに細編み3段ですね編んできました。そしたらこれで終わりにしようかなと思うので、最後の細編み編んだところで糸始末できる分残してカットして針と糸を抜いたらチェーンステッチで糸始末をします。とじ針に糸を通したら一番最初の細編みの頭が入っているのが2番目の細編みですね。2番目の細編みの頭にこのように針を入れて糸を引っ張ってきて、最初の細編みの頭と同じくらいになるように糸を調節したら、この今針についている糸が出ている最後の細編みの頭にこのように針を入れます。そして後ろへ出してきれいに整えたら裏側で糸始末をします。そしたら、内側ですね、この持ち手の内側伸びるのを防ぐために一周ぐるっと引き抜き編みをしていこうと思います。
この辺りですね、真ん中の部分は避けて、この辺りに針を入れて糸を持ってきます。糸を出してきたら次の目に針を入れて引き抜きで、1目に1目ずつ引き抜き編みをしていきます。内側ぐるっと一周引き抜きですね。はい、そして持ち手の鎖の土台ですね。ここは2本取ろうとするととっても針が入りにくくて編みにくいので、この1本だけですね取って引き抜いていきます。はい、一周ぐるっと引き抜き編みをしてきました。ここでも同じように最後まで引き抜き編みをしたら、糸端、糸始末できる分残してカットして、針と糸を抜いてとじ針に糸を通します。そしたら最初に作った引き抜き編みがここにねあります。2つ目のこの引き抜き編みにこのように針を入れて糸を持ってきてきれいに調節したら、最後の引き抜き編みに針を入れて整えて糸始末をします。はい、これで内側の引き抜き編みができました。反対側も同じように引き抜き編みをして伸びをね防ぐといいと思います。この平置きの状態で横の幅が約28センチくらいかなというところですね。一番高いところで、バッグの高さが約23センチになっています。こんな感じで完成です。細い糸なんですけど、パプコン編みでね全体的にポコポコとした編み方にしたので、ちょっと重みはあるかな。しっかりしたパックになっていると思います。厚みがあってね。はい、よかったら参考にしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で。じゃあねー。